お世話になっております。マサルです。今回はユーザーとグループの基本についてお話ししていきます。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りしています。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマは Linux システムにおけるユーザーとグループです。早速結論いきましょう。ユーザーとはシステムを利用するユーザーのこと。グループとはユーザーのまとまりのことです。言葉にするととっても簡単ですが、Linux システムでのユーザーやグループは覚えておきたいことがたくさんあります。今回は基本的な部分に絞ってお伝えしていきます。まずはユーザーの種類についてお話ししていきます。それではこちらの問題に挑戦してみてください。Linux におけるルートユーザーの特徴として正しいものはどれですか？ A、一般ユーザーと同じ権限を持っている。 B、システム全体を管理できる最高権限を持っている。 C、特定のサービス用に制限されたアクセスのみが許可されている。 D、一般ユーザーによって作成される。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は B、システム全体を管理できる最高権限を持っているのがルートユーザーの特徴です。正解できましたか？それでは具体的にユーザーの種類についてお話ししていきます。Linux システムでは3種類のユーザーが存在します。ルートと言われる管理者ユーザー、そしてプログラムやソフトウェアを実行するシステムユーザー、最後にシステムを利用するためにログインして利用する一般ユーザーです。一つずつ特徴を見ていきましょう。まずは管理者ユーザーです。管理者ユーザーは Linux システム全体を管理するユーザーです。ルートユーザーとも言われます。管理者ユーザーはシステム全体を管理するために何でもすることができる権限を持っています。例えばシステムをシャットダウンをしたりする権限を持っています。さらにユーザー ID が常に0という特徴も持っています。試しに管理者ユーザーのユーザー ID を確認してみます。こちらはキラーコーダの Ubuntu 環境で ID コマンドを実行した時の様子です。ちなみに ID コマンドとは実行したユーザーに関する情報を表示するコマンドです。ID コマンドの結果、ユーザー ID が0になっていますよね。つまり、現在利用しているユーザーはユーザー ID0 の管理者ユーザーであることがわかります。では、管理者ユーザーではない一般ユーザーの場合、どのような表示になるのか見てみましょう。管理者ユーザーで、マサルという名前の一般ユーザーを作ります。ここで覚える必要はありませんが、ユーザー add コマンドでマサルという一般ユーザーを追加しています。その後 su コマンドによって管理者ユーザーから一般ユーザーのマサルにユーザーを切り替えています。foo-i コマンドによって現在のユーザーがマサルに切り替わっていることが確認できています。ここで id コマンドを実行してみましょう。するとユーザー ID が1001マサルとなっていますね。管理者ユーザーはユーザー ID が常に0ですが、一般ユーザーなど別のユーザーはユーザー ID0 以外のユーザー ID が割り当てられることになります。管理者ユーザーのユーザー ID は常に0。この意味伝わりましたか？それでは次にシステムユーザーについてお話ししていきます。システムユーザーとはプログラムやソフトウェアが利用するユーザーです。一般的にシステムユーザーはユーザー ID0 から999の範囲で設定されています。試しにユーザー情報を管理しているエトセパスワードファイルの内容を cat コマンドで表示してみましょう。この一行一行がユーザーの情報を表しています。つまりこの行の数だけユーザーがいるということになります。一番上に管理者ユーザーであるルートユーザーの情報が書かれています。そして一番下に先ほど作った一般ユーザーのマサルの行があります。
管理者ユーザーと一般ユーザー以外にもデーモン、binなど様々なユーザーが存在していますよね。これらがシステムユーザーです。我々人間がこれらのシステムユーザーを選択してログインするようなことはありません。これらのシステムユーザーはプログラムやソフトウェアが実行するときに利用されるユーザーです。そして最後が一般ユーザーです。一般ユーザーはシステムを利用するために利用するユーザーです。我々人間がログインして作業するときに利用するユーザーですね。最初に説明した通り、管理者ユーザーも人間がログインして利用することができるユーザーですが、管理者ユーザーは強力な権限を持っているため、誤操作をすることでシステム全体に影響が出てしまう可能性があります。よって管理者ユーザーは気軽に利用することはできません。そのため通常は管理者ユーザーを使わずに一般ユーザーとして利用することが多いです。それではここまでの説明を踏まえて最初の問題を見直してみましょう。 Linux におけるルートユーザーの特徴として正しいものはどれですか？正解は B ですね。ルートユーザーはシステム全体を管理できる最高権限を持っています。それでは次にグループについてお話ししていきます。こちらも問題から挑戦してみましょう。グループ情報が保存されているファイルはどれですか？ A、エトセパスワード、 B、エトセグループ、 C、エトセシャドウ、 D、エトセグラブ。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は B、エトセグループです。正解できましたか？それではグループについてお話ししていきます。先ほどのユーザーの説明で、管理者ユーザーは何でもできる権限を持っているので取り扱いに注意しなくてはならない。通常は一般ユーザーを利用することが多いとお話ししました。そうなると管理者ユーザーは一般ユーザーに対して用途に合ったいろんな権限を与えなくてはいけません。例えばユーザー1とユーザー2はこのファイルを利用できる。ユーザー3とユーザー4はこのファイルを利用できない。このような設定です。これが少人数の場合、管理者は個別に対応できるかもしれませんが、例えばユーザーが100人いたりする場合、個別に設定していくのは大変ですよね。そこで利用されるのがグループです。ユーザー1とユーザー2はグループ A、ユーザー3とユーザー4はグループ B。 このように定義しておけば、管理者はグループに対して権限を設定することができるので、管理が楽になりますよね。これがグループの基本的な考え方とメリットです。なお Linux システムではユーザーは必ずグループに属さなくてはならないというルールがあります。そのため多くのディストリビューションではユーザーを作成したときにユーザーと同じ名前のグループが作成されて、ユーザーはそのグループに所属することになります。つまりユーザー1を作ったのと同時にユーザー1グループというグループが作成されて、ユーザー1はユーザー1グループに属することになります。その後は必要に応じてユーザーは別のグループに属することもできます。例えばユーザー1がユーザー1グループに属しながらグループ A に属することもできます。この時のユーザー自身が作成された時に作成されたユーザー1グループのことをプライマリグループ、プライマリグループ以外に所属できる追加のグループのことをサブグループと言ったりもします。プライマリグループとサブグループの違いも理解できるようにしておきましょう。試しにテストという一般ユーザーを作ってグループの情報を管理しているエトセグループファイルを cat コマンドで表示してみたいと思います。一番下にテストというグループがあることが分かりますよね。これはテストというユーザーを作成したときにテストグループが作成されていることを表しています。ではここまで学んだ内容をもとに問題を見直してみましょう。グループ情報が保存されているファイルはどれですか？正解は B、エトセグループです。グループ情報が保存されているファイルはエトセグループです。これは分かりやすいですよね。それでは
今回の内容をまとめていきましょう。今回はユーザーとグループをテーマに一緒に勉強しました。ユーザーとはシステムを利用するユーザーのこと、グループとはユーザーのまとまりのことでしたね。Linux システムのユーザーは3種類存在します。管理者ユーザーは何でもできる権限があります。ユーザー ID が常に0という特徴も覚えておきましょう。何でもできる反面、取り扱い注意のユーザーです。システムユーザーとはプログラムやソフトウェアを実行するときに利用されるユーザーです。このシステムユーザーはログインで利用することはありません。最後が一般ユーザーです。Linux システムを人が利用するときに利用するユーザーです。管理者ユーザーを利用することは極力減らしたいので、通常は一般ユーザーを利用することが多いです。一般ユーザーで作業するときには必要に応じて権限が必要です。管理者ユーザーは適切に権限を一般ユーザーに与える必要があります。個別に設定するのが大変なので、そこでグループを利用します。グループを作って権限を管理することで効率的に権限管理をできるようになります。なお、グループに関する情報はエトセグループで確認することができます。さらに、ユーザーは複数のグループに所属できることも覚えておきましょう。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では、成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。現在は150名ほどの方がオンラインコミュニティに登録してくれています。最近は転職活動の相談などをしている人も多い印象です。社外の人と交流して、いろんな会社のことを知る良い機会にもなると思います。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえれば参加できるようになります。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。最近は転職に関する相談を受けることが増えてきました。相談を受けると、自分はどうだったかななんて思い出します。私の場合、大学は文学部の哲学科で、勉強はそこそこにしてバンドに力を入れていました。卒業後は就活もせずにアルバイトをしながらバンド活動を続けていました。バンド活動に行き詰まって何か資格でも取ろうと思ったのが26歳ぐらい。IT パスポートを取得してからは勉強の楽しさに目覚めて、毎朝早起きして少しずつ勉強を重ねて、気がついたら演者になれていました。それからもずっと勉強を続けてたら、気がついたら YouTuber になって本を出したりすることができるようになりました。私が職場の周りの人と違ったのは、朝の勉強を続けたことじゃないかなと思っています。毎朝勉強するってすごい地味ですよね。でも地味であればあるほど、それは希望とも言えます。地味ということは誰でもできること、あなたでも私でもできることという意味です。もし今年は早起きして勉強したいという方は、この地味な一日が未来に続いていくんだなと思って勉強してほしいと思っています。一緒に早起きして勉強を頑張っていきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。